僕が生まれてすぐにお母さんとお父さんが離婚をして義理の父親のもとで育ったんです。で小さい頃から何かこの寂しさみたいなのがあったんです。で高校に入ったら街で出会った人を捕まえて暴力を振るってお金や物を取って自分のものにしたりしてました。17歳の時に一人で東京に家出のようにして出たんです。すぐにもう貯金もなくなってしまって本当に恥ずかしいですけど拾って物を食べたりとかしながら、それでもうどうしようもなくなって新聞配達の仕事をすることに決めたんですよ。でもその仕事をやり始めて1ヶ月後に交通事故をしてまた退院して仕事に戻ったんですけど、同じ年にもう1回事故をして頭を打ってしまって脳挫傷になったんですね。だから今もこの頭にはボルトが入ってるんですけど、退院をして療養生活を送ってたんですけど、今度はだんだん精神的に落ち込んでしまってうつ、そして人が怖い、それで引きこもり、一体自分は何のためにこう生まれてきたんだろうと。仕事もない、友達もいない、全く一人ぼっちで、むしろ生きていたら迷惑になるんじゃないか、拳銃を手に入れてそれで一発で死んだらこう楽じゃないかとか、本当にそういうことを真剣に考えてたんですよね。でも本当に家族がそういう自分を見捨てずにいてくれて、電話越しで弟は泣きながら「兄ちゃん頑張って、俺がおるんやけ、家族がおるんやけ」、そんな僕でものことを兄ちゃんって呼んでくれるって、家族と思ってくれるそういう存在がいるんだなっていうのを感じて、どん底かもしれないけどまた一から生きていきたい思うようになったんです。そうこうしてる時に夜中散歩してたんですよ。教会の看板があったんですよ。こう書いてあったんですよ。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。その突き刺さったんです、心にその言葉が。僕家に帰ってその言葉を自分のノートにこう書いたんですね。それでこれは聖書の言葉だからある決心して、で自分で本屋さんに行って聖書を買って読むようになったんですよ。そしたら同じようにいろんな言葉がこう自分の心にこうなんか言ってくれてるように思ったんです。もう絶望して死にたいと思ってるような僕に「私のところに来なさい、私が休ませてやる」なんかこの聖書の神様がいるなら生きていけるって思うようになったんです。そしてまたこの神様がいるってなんか思ったんですよね。それから教会に行くようになって、そして事故の後4年間落ち込んでたどん底状態の時に自分の中にはどうすることもできないなんか嫌なものがあると思ったんですよ。でも神様はそんな僕のことを愛してくれてる。その証拠がイエス・キリストが十字架についてくれた代わりに、僕の代わりに罰を受けて死んでくれたから、僕の罪はそのことで許されるんだ。引きこもって誰も自分のことなんか愛してくれない、もう人と関わることもできない、僕は一人だと思ってた時、その時も神様は見ててくれて愛しててくれてた。もう本当に僕はこの世の中で一人ぼっちみたいに思ってましたけど、でもそうじゃない。神様は生きていて愛してくれてて、そして救ってくださる、希望を与えてくださる。僕にそういう風にしてくれた神様は全ての人にそのことができると僕は信じます。